皆さん、こんにちは。バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ちょっと今何時だ？今朝の4時21分なんですけども、この動画自体はちょっといつ配信されているかわからないんですけども、昨日夜に、とある出来事がありまして、で今早朝なんですけど、忘れぬうちにと思って動画を回しております。なのでちょっと顔パンパンなんですが、髪の毛のセットと化粧水塗りたくってごまかしてるんですけども、いつも以上にろれつが回ってないかと思いますけど、最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。で何があったかと言いますと、タイトルにあるように、痴漢というか体を触られるようなことがありまして、当然痴漢はねダメなんですけども、過去にも何回か痴漢というか体を触られる、公共の場とかで触られるようなことは何回かあったりとかで、それ以外でも居酒屋とかで例えば知らないお客さんと仲良くなって、その場の勢いというかノリとかで、体してんねみたいな感じで体触られることはたくさんありますし、でそれについては全然抵抗ないというか、むしろもう触ってっていうぐらいなんですけども、で今回ちょっとその痴漢から派生して怖い思いをしたので、それについてお話しできればなと思っております。ちょっと水分補給します。で事の経緯としては、昨日会社がお休みで昼にジムに行こうと思ってたんですけども、その直前でゲイのお友達からゴートレしようって誘われて、A 君としましょう。A 君から誘われて、で筋トレしに行ったんですよ。で筋トレ終わってからお昼っていうのもあったんで、一緒にランチすることになって、でご飯食べに行って、でその A 君がもうお話上手でめちゃめちゃ面白い子で、もう終始笑いっぱなしだったんですけども、お互いその後の予定とかも全くないから、今日一日遊ぼうよっていうことになって、でショッピングしたりとか、結構夕方まで一緒に遊んでたのかな。でその後夜ご飯、晩ご飯も一緒に食べようよっていうことになって、ただ自分はランチ終わったぐらいのタイミングで、いつも行ってる居酒屋の店長さんから、今日白子入ったよっていうことで、自分白子大好物だからじゃあ行きますわっていうので、もともと一人で行く予定だったんですけど、A 君を誘って一緒に行きますっていうことになったんですね。でそこの居酒屋は自分もともと岡山出身ではあるんですけど、小中と岡山と大阪を行き来してたので、結構大阪も地元があったりするんですけども、でそこの居酒屋さんが地元にあるところで、高校生のぐらいかな、高校生ぐらいの時から、家族と行ったりで、お酒が飲めるようになって大学生で新卒で社会人になった時とかのその配属先の部署が地元の支社だったんで、会社の人お連れして一緒に飲みに行くとかで、結構利用させていただいている居酒屋なんですね。でその地元の友達からも連絡が来てて、で店長さんから聞いたみたいな、今日行くんやろみたいなであって、で僕は A 君と一緒に行くねんけど、3人で飲むっていうので、A 君とその地元の友達は初対面なんですけど、全然いいよっていうので3人で飲むことになったんですね。で居酒屋集合で合流して、でそこのちょっと余談になっちゃうんですけど、白子がものすごい美味しくて、トラフグとマダラ、2月から3月が旬なんですかね。もうピッチピチで美味しくて、だからもう今ちょっと価格から外れてますが、もう下半身はもう常にビンビン状態で話しさせていただいてるんですけども、であとその地元のお友達、B 君として、その B 君が結構男前というか、体も大きくて、鍛えてるっていうのもあるんですけど、のんけさんでもやっぱり男性からも好かれる、で女性からもすごいモテる子で、誰にでもコミュニケーション取れる、本当にもうザモテる子なんですけども、そのゲイの友達 A 君がちょっと B 君のこと好きになりだして、ちょっとアタックしてるとことかも見えて、なんか自分的には恋愛してるわみたいな感じで、すごい微笑ましいというか、それ自体は眼福で、すごい幸せをいただいてて、でおまけに白子も美味しくて、で話も盛り上がって、で普段お酒
弱いんですけども、だからあまり飲むこともないんですが、その楽しさのあまり焼酎をたくさんいただきまして、特に昆布焼酎を置いてるお店で礼文島っていうね焼酎なんですけども、それが美味しくてもう酔ってしまったんですよ。でちょっと会話も盛り上がりで、ちょっと恋愛も垣間見えたり、その2人も連絡先交換したりとかしてたので、のんけとゲイさんっていうのでね、うまいこといけばいいなっていうちょっと希望もありつつ楽しませていただいて、そしてもうお酒もたらふく飲ませていただいて、もう幸せな空間だったんですよ、個人的には。で終電間近まで飲んでて、で帰りはもうみんなバラバラっていうことだったんで、お店で解散、お別れして、で自分は電車で帰る予定だったんですね。駅から自分の自宅の最寄り駅まではだいたい20分ぐらいなので、車中とか寝ても怖いなっていうのもあったので、タイマーセットしてたんですけども、で駅に電車が着いて乗った時に、座る席は電車の進行方向に向いてる2人掛けのシートで、窓際座ってたんです。他のお客さんはほとんどもうゼロに、終電に近いっていうのもあったので人はいなかったんですけども、でやっぱり案の定うとうとして、完全に寝てるわけじゃないんですけども、半寝、意識は朦朧としてるけど体は寝てる状態みたいな感じで、気持ちよくなってたわけですよ。でも何分かしてからなのかな、誰かが横に座って、でその数分後ぐらいに太ももに違和感があって、でちょっと薄めで見たら太もも触られてるというか、当たってるじゃなくて触られてるんだなと、上下に触られてる感じがしてて、で細くその人の顔を見てたら、若い男性で、体もでかい、がたいもいいし、で大学生なんかなって思う感じの人が、触ってたんですよ。で最初はもう一回も触らしとけと思ってたんですけど、でも他に乗客がいないし、で多分電車の中とかカメラとかもあったりしたら、そういうプレイで公然の場でしてるんだなって思われても困るので、ちょっと腹立ったんですよ。その後また落ちてしまって、で気づいた時にはもう自分の股間の上、もう手のひらで回されてて、完全に触られてる状態だったんですね。ズボンの中にまでは手入れてませんでしたけども、触られてました。でちょっとそれはないなって思って、ごめんなさいっつって、でちょうどその自分の最寄りの駅に着いたんで降りたんですよ。で降りたらその人も降りたんですよ。そう、ちょっとストーカーされちゃうのかなとかいう、勝手な想像ですけども、そう思ってしまって、少し怖かったんですけど、で自分の駅北口と南口に出口が分かれてるので、自分は北口の方出てって、で後ろ向いたらその人は南の方反対側に出て行ったので、たまたま降りる駅が一緒だったんだなと、思い込みだったなって思ったんですよ。で駅から自宅までだいたい徒歩10分ぐらいなんですけども、夜道歩いてて、で歩いてる時に少し違和感があって、で後ろパッと向いたら、結構先なんですけど人影はあって、でもそのさっき触られてた人も結構体でかかったから、人影も体でかいというか、全く一緒かなっていうぐらいで、でもはっきりとその人っていうのは夜暗かったんで見えなかったんですけども、つけられてるのかなと思って、ちょっと怖くなってきて、で帰りの道中コンビニがあるんで、コンビニ入って飲み物買って帰ろうと思ったんですよ。で、コンビニ着いて、でさすがにそのコンビニの中にまでは誰も入ってこなかった。で買い物して、でそのコンビニから出ていつもの通ってる道から帰れるのも行けるんですけど、それとは別で裏側に回って帰れるルートもあるんで、今回ちょっと裏ルートで帰ろうということにしたんですね。で店出て裏ルートで行こうと思って曲がった瞬間にその人がいて、でもうちょっとさすがに怖いなってなったんですけども、向こうも申し訳なさそうな顔をしてたので、こっちからどちら様ですかって聞いたんですよ。向こうはすいませんすいませんっつってめちゃめちゃ謝ってて、
で、もうすいませんしか言わなくて、話も先に進まなくて、で、何かありましたかって聞いたんですよ。で、いやみたいな。でもすいませんしか、ずっとそれしかなくて。で、いろいろ考えるわけですよね。自分、SNS やったりとか、このチャンネルもそうですけども、ないかもしれないですけども、例えばこのチャンネルを通じて声をかけようとしてたのかとか、いろいろ考えてて、なんか僕のこと何かで知ってるんですかって聞いたら、なんかそのゲイ専門の出会い系アプリで知りましたって言われたんですよ。で、どのアプリか名前は言わないですけども、自分そのアプリを使ってないというか、出会い系のアプリは一切使ったことがないので、当然自分もっておかしいなってなって、でそれどんなアカウントなんですかって聞いたんですよ。でこれですって言って見せてくれたのが SNS とかでアップしてる写真が使われてる、偽造アカウントっていうのが分かって、これまず私アプリ使ってないですし、これも偽造ですねっつって、なので申し訳ないんですけどもそういったのはお断りしておりますということで断ったんですけど、なんかその人の話を聞くと、多分なんかそのアプリの機能なんですかね、なんかシャウト機能みたいな、スピーカー機能っていうのかな、なんか不特定多数の人にメッセージを送れるような機能があって、でそれで、結構変態的なワードを発してたみたいで、それでたまたま電車の中にその人がいてて、でそういう行為に至ろうと思ってましたみたいなことを言ってくれたんですよ。で、なるほどなと。その時は自分はアプリも使ってないし、で真正面に痴漢させてくださいとか言ってくれたら、ちょっとホテルなり場所変えてみたいな感じで変態プレイとかね全然受け付けてるんですけども、でもやっぱりね公共の場ですし、お互いに同意があってやるっていうのは十分それはいいんですけども、やっぱり痴漢はね、ストーカーもそうですけども犯罪なので、ダメよって言って注意して、で帰らしたって感じなんですよねっていうことがありました。ただね、その人の話とかもしてる最中も、よくよく見るとイケメンさんというか、結構男前さんで大学生だったんですけども、なんでそんな子がこんなことするんかなって、癖なのかなとか思ったりするんですけども、繰り返すようなんですけど、変態プレイ、痴漢プレイは全然 OK なんで、はい、ただね、公共の場、人前では絶対しませんので、お互いの同意があって、やらせていただく分にはいいのかなと思います。そういったプレイは過去1回もないですけどね。ただよくよく思うと、居酒屋で白川を食べて、でその後電車で落ちてしまったっていうので、その白子パワーで多分寝てる時に瓶立ちをしてたのかもしれないですね。だから向こうも良かれと思って触ったんかもしれないんですけども、ということで注意喚起とともにですね、そういった出会い系アプリとかは現在使っておりません。過去にも使ったことがないので、それが何か履歴で残ってるとかそういうのもございませんので、もし見かけましたらどんどん通報していただいたらいいのかなと思っております。はい、ということで、本日の動画は以上となります。バイバーイ。